皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢です。現在、トランプ大統領の言動がかなりウクライナ情勢に大きな影響を与えています。連日のように地上波のニュース報道でも取り上げられるぐらいには注目されていて、しかし残念なことにウクライナにとってはこの先が思いやられるような言動といったものが繰り返されており、今日もまたそのような発言がいくつか出ています。今回の動画ではそうしたトランプ大統領関連の話とともに取り残されがちなヨーロッパがじゃあ状況の変化に対応してどのような対応するか、アメリカ抜きでの軍事支援を考えた場合において自分たちでできる最大限の行動が何か、新しい枠組みの模索が始まったことについて取り上げていきます。ウクライナが地下資源をアメリカに献上しないことによってトランプ大統領はかなり苛立っていると報道されています。アメリカ鉱物資源権益協議、ウクライナのスターリンク遮断言及か、ロイター通信はアメリカのトランプ政権が鉱物資源の権益をめぐる協議でウクライナ側に対し合意に至らなければインターネット接続サービススターリンクを遮断する可能性があると言及したと伝えました。トランプ政権としてはウクライナとの協議を有利に進める狙いもあるとみられます。トランプ大統領は FOX ニュースのラジオ番組のインタビューの中で鉱物資源の権益をめぐる協議でベッセント財務長官がウクライナを訪問したことに触れ、時間を無駄にしたと不満を示していました。トランプ大統領はラジオ番組のインタビュー内でロシアのウクライナ侵攻についてプーチン大統領の責任を認めなかった上、プーチン氏が望めばウクライナの全土を占領できるだろうと述べた。インターネット接続サービススターリンクはイーロン・マスク氏も携わる通信衛星を用いたインターネット接続サービスでサービス提供が行われている地域であれば、ちょっとしたアンテナと電源さえ確保することができれば、どこでもネットに接続できるというかなり便利なものです。2022年、ロシア軍によるウクライナへの本格的な侵攻が始まった際には、イーロン・マスク氏がこのスターリンクの無償供与といったものを行い、ウクライナ支援に声を上げました。ただし、無償供与でサービス提供が行われていましたが、バイデン政権がウクライナ支援の予算を確保した後には、このスターリンクの使用料金については、支援予算からお金が回される形となり、イーロン・マスク氏は利益をちゃっかりと確保することに成功しています。しかし、逆に言えば、支援の枠組みの中で、ウクライナはスターリンクの利用が続けることができたわけで、その部分について全面的なカットといったものを今回は打ち出してきたわけです。では、どうしてトランプ大統領が求めるウクライナの地下資源をゼレンスキー大統領は認めないのでしょうか。この点について、インターネット上では、まさに求めに応じないウクライナに対する非難の声を上げている人なども見られました。この点ちょっと、このニュースに対する解釈の違いといったものが様々現れているように思います。まず第一にトランプ大統領はこれまでバイデン政権が行ってきたウクライナに対する支援のその見返りとしてウクライナの地下資源を求めています。トランプ大統領はアメリカが行ったウクライナへの支援は総額で3500億ドルだと表明しています。ただし、この3500億ドルについては根拠がないと言われています。アメリカからウクライナへの支援については、議会で話し合った末で予算案などが決められており、公表されているものです。その総額は軍事支援、人道支援、そして融資枠などを用いた支援なども合わせても1500億ドルから1700億ドル程度に収まるものであり、どう計算しても3500億ドルにはならないそうです。つまりトランプ大統領としては2倍に水増しすることによってより多くの利益を得ようとしているわけです。またさらにこの話にはちょっと続きがあって、トランプ大統領曰くアメリカが行った支援3500億ドルに対してゼレンスキー大統領は送られたものの半分は見当たらないといったような話をしており、きっとどこかにやってしまったんだろうみたいな形でトランプ大統領は非難の声を上げました。しかし、先ほども述べたように実際の支援に比べるとトランプ大統領の言っている額は2倍に当たるわけですから、半分がどこにあるのかわからないとゼレンスキー大統領が言うのはまさにその通りで、存在しない支援について感謝しろと求められてもちょっと意味がわからないわけです。そして何よりもウクライナの求めているものとアメリカの要求が
噛み合っていないのは、ウクライナは未来に向けての支援を求めているのに対して、トランプ大統領はこれまで行った支援に対する見返り、つまり過去と未来でそれぞれ求めているものが違っており、なかなかこの話が平行線になっていることです。なお、この話し合いは基本的にウクライナの方が交渉としては不利なものとなっています。トランプ大統領にしてみれば、ウクライナがどうなっても別に気にしないといった姿勢を示していますから、話が成立しないんだったらしないで、彼自身は困ることはないわけです。一方でウクライナにしてみると、トランプ政権はウクライナに対する支援を一切今のところ行ってはいませんから、今後の話が全くできないような状態が続くことによる支援の弱体化はどんどんと進んでしまうわけです。そのため、たとえ未来に全くつながらないような話であったとしても、最終的には折れるしかないといった状態まで追い込まれる危険性はあります。いっそのこと、未来に対する支援のその原資として活用するといった話で、EU がウクライナの地下資源権益について取引した方がまだ前向きな話になるかもしれません。今のところ全くそのような話は出ていないので、この話がどのような帰結を迎えるかはちょっと注目しておく必要があるでしょう。なお、トランプ氏がなぜこのような話をしているかについても原点に戻って解説するとすれば、今、トランプ大統領はビジネス面においてウクライナ情勢について考えを巡らせているところです。まず第一に、アメリカからウクライナに対する支出を削減するといった意味で、この戦争をさっさと終わらせたいという考え方を示しています。支出を削るというのは、軍事支援も経済支援も人道支援も支出はゼロになります。一方において、このウクライナ情勢でアメリカが利益を得るためには、今回挙げられたような地下資源開発の権益をアメリカに 50% よこせといったような話をすることにより、確実に利益を得ようとしているわけです。支出を減らして収入を増やす。いわゆる利益を上げるためのビジネス的な基礎を持ち込んでいるわけです。トランプ大統領は国際情勢全体についての広い視野を持ち合わせておらず、あくまでもアメリカの利益を第一にするといった姿勢を貫く模様です。こういった姿勢に対するアメリカ国内での評価なのですが、トランプ氏を支持する人たちは、世界のことがどうなっても構わないじゃないか。アメリカのお金はアメリカに全て使うべきだという話をして、これを大いに賛同していることもあり、共和党支持者は今回の一件についてはおそらく支持を続けることでしょう。ただし、アメリカにおいては民主党、共和党、この二大政党制ではっきりと支持層が分かれていますから、民主党の支持者の人たちはこうしたトランプ大統領に対する反感を強めることでしょう。続いてトランプ大統領のロシア支援の政治的な活動は続きます。トランプ大統領はロシアによるウクライナ侵攻というこの前提部分について大きな変更を迫っています。アメリカ G7 声明侵略記載に反対。侵攻紛争でロシア批判のトーンを弱める。ロシアによるウクライナ侵略から3年となる今月24日に G7 がまとめる共同声明をめぐり、トランプ政権がロシアの侵略を非難する表現に反対しているとイギリス、アメリカのメディアが報じた。侵略や侵略者という言葉を使わず、侵攻や紛争といった表現にするよう求めているという。ロシアは2022年2月24日に侵略を始めた。G7 はその後、同日の節目に侵略戦争を直ちにやめるようロシアに求めるなどの文書をまとめてきた。イギリスのフィナンシャルタイムズは共同声明の策定作業で、従来使用されてきたロシアの侵略や同様の文言にアメリカが反対していると伝えた。アメリカはロシアへの非難のトーンを弱め、ウクライナ紛争などとするよう主張しているという。この背景には、先日トランプ大統領の発言として、ウクライナのゼレンスキー大統領が戦争を始めたというような意見表明していることが影響を与えています。ニューヨークタイムズによると、今年の G7 議長国カナダが回覧した最初の草案について、アメリカが G7 でウクライナ寄りの印象となる言及をすべて削除すべきだとの立場を示したという。また、アメリカの議会においても、トランプ大統領の意向を受けて、ウクライナ支援の法案を作らないといった話も出ています。ロイター通信、共和党のジョンソンアメリカ下院議長は、ウクライナへの新たな支援法案に関心ないと明言した。トランプ大統領は、ウクライナのゼレンスキー大統領、選挙なき独裁者と糾弾し、迅速に行動しなければ国は残らないだろうと表明している。
アメリカ最大級の保守派の政治集会、保守政治行動会議で戦争終結までにあと数ヶ月かかるとしたら、新たなウクライナ支援法案をまとめるかと保守系ニュースメディアから質問され、下院議長は関心ないと応じた。ジョンソン氏の発言はアメリカ議会のムードの変化を反映している。ジョンソン氏は、ロシアとウクライナの双方が大きな損失を被っていることに触れ、紛争に終止符を打たなければならない。トランプ大統領の言う通りだ。そして、トランプ大統領こそがそれを実現させることができる力を持っていると思うと述べた。トランプ大統領がゼレンスキー大統領を独裁者として非難し、ウクライナ支援を行う気がないことを示しているがため、共和党もそれに同調しています。では、この大きな国際情勢の変化の中で、ヨーロッパが何もしないで静観しているだけかといえばそうではないそうです。ドイツのベアボック外相は、新たなウクライナ支援の形を模索していると明かしました。現在 EU はウクライナへの軍事支援を継続的に行っているところであり、新たな支援パッケージについても今は話し合っているところだそうです。直近に10億ドル規模の支援を行う予定だとしています。ただしこれがアメリカによるウクライナへの軍事支援が止まった時の代替になるものではないことは明らかです。そこでベアボック外相が今、各国首脳との間で模索しているのが総額約7000億ユーロ、日本円で110兆円程度のウクライナ軍事支援の基金創設だということです。従来ヨーロッパからウクライナに対する軍事支援とは一桁違う値であり、アメリカが軍事支援をやめたとしても、資金面においては十分に埋め合わせのできる額です。この金額途方もないものなわけですが、しかし近年ヨーロッパにおいてはこの100兆円レベルの危機対応資金が作られたことがあります。それは新型コロナウイルスによる危機が発生した際、EU はコロナ復興支援として6年間で7040億ユーロ、およそ100兆円規模の資金を用意しており、一部は直接的な財政支援として利用可能だったことがあるのです。一方、お金の面においては、ロシアもあれこれと苦心を重ねて戦費を調達し続けています。ロシアで影の戦争債務、軍事関連企業の借金3年間で38兆円。ウクライナ侵攻が長期化するロシアで金融機関による軍事関連企業に対する融資が急増している。2022年以降の3年間で軍事関連企業の借金の総額は最大2490億ドル、約38兆円に達し、同期間の防衛費の総額に迫る規模だ。専門家は、戦争のコストを民間取引に付け替えた影の戦争債務と指摘している。ロシアの政策を研究しているアメリカハーバー大学のクレイグ・ケネディ氏がロシア中央銀行のデータなどを元に分析した。それによると、2022年夏から2024年10月に積み上がった企業の借金の総額は62兆2000億円。このうち5から6割が軍事関連企業の借金とみられ、影の戦争債務は37兆円に達する。ロシアの2022年から2024年の防衛費は総額37兆円で、影の戦争債務がなければ実際の防衛費は倍近くに膨らんでいる可能性があると指摘している。ロシア中央銀行はインフレ対策のため政策金利を断続的に引き上げており、本来であれば民間融資は減少するはずだ。しかし、ロシアは2022年2月のウクライナ侵攻開始直後、軍事関連企業に対する民間融資の権限をロシア政府に与える法律を施行。この結果、企業の借金総額は3年間で 71% も増加。中でも軍事関連企業の借金は他の産業に比べ3倍近いペースで増えており、政府の指示で銀行などがリスク度外視の融資を続けているとみられる。ウクライナ侵攻の長期化で、ロシア政府が公表している軍事費も右肩上がりの状況だ。ロシアの2025年予算のうち、防衛費は全体の3割を超える約20兆円となり、初めて10兆ルーブルの大台も超えた。影の戦争債務によって防衛費を圧縮することで、政府債務の増加を抑え、通貨安などに歯止めをかける狙いとみられる。ただ、軍事企業向け融資の多くは最終的に回収不能になる恐れがあり、ロシア経済の新たな火種となりかねない。プーチン大統領にとってトランプ大統領は非常に喜ばしい政治的なパートナーとなりつつあります。少なくともアメリカの支援が続いていれば、ロシアにとっては非常に先の見えない戦いをしなければならなかったわけですが、
現状、トランプ大統領は今後のウクライナ支援について全くやる気を見せていませんから、今の状況が続くことそれ自体がプーチン大統領にとっては笑いが止まらないような状態となっていることでしょう。また、トランプ大統領が掲げたウクライナ停戦条件については、ロシアだけではなく中国からも賛同の意向が示されています。中国にしてみると、ロシアによる侵略をアメリカが追認してくれることは、これは当然のように自分たちが軍事的な行動を行った際の良き前例として活用することができる。そういったことで反対する理由もないわけです。ましてや他国に対する攻撃を行う際に攻撃者側の主張といったものを全面的に認めるトランプ大統領の言動というものは被害を受ける国には全く考慮されていないわけで、中国にしてみれば台湾攻撃のための非常に良い環境づくりへと進めるわけです。ただしトランプ大統領はヨーロッパのことはヨーロッパに任せておけばよく、ロシアがウクライナを占領したいんだったらどうぞといった姿勢を示しているわけですが、中国に対してはアメリカの覇権を脅かす国として認識しており、対中シフトを進める意向を示しています。トランプ大統領のこの部分についてはかなりちぐはぐで、結局ロシアによる権益を守ることによって中国が次の段階へと進みやすくしているわけですから、本来であれば今のうちにロシアを抑えるとおくことが順番論としては法律的なわけです。ここでロシアの侵略を追認するようなことをすれば、よりロシアと中国による反米勢力の勢いが増すこととなり、結局のところアメリカにとっては何ら未来にとって恩恵のない話となります。このあたりの先々を見据えた国際政治という意味においては、トランプ大統領の行動は非常に視野の狭い行動だと言えます。一方で、ヨーロッパにもヨーロッパで問題はあります。従来トランプ大統領が批判していたように、ヨーロッパはアメリカに対して安全保障問題を依存しすぎていました。現在のヨーロッパ諸国は、それらをまるっと合わせたとしても、ロシア軍よりも弱いと言われています。これは陸軍兵力が非常に小さい規模でとどまっており、戦争なんてきっと起こらないだろうというある意味油断しすぎな状態でずっと続いてきたことがアメリカへの依存度を深める理由ともなっていました。そして軍事予算を削減することによっていわゆる経済活動の方へとより多くのお金を振り向けることができたわけで、この部分についてヨーロッパはもっと反省しなければならないわけです。そしてドイツのベアボック外相がヨーロッパはヨーロッパで新型コロナ危機といったものがあった際に100兆円のお金を用意して対応したんだから、今こそウクライナ危機を念頭に支援のための100兆円規模の枠組みを作るといったような話をし始めています。しかし、これはあくまでも構想段階のものであり、実現までにはかなり紆余曲折を経ることでしょう。そして実現できるかどうかもかなり厳しいものがあります。アメリカが支援を行わないことにより、ヨーロッパ各国が目覚めるといった可能性はもちろんあります。しかし、一方において親ロシア派の国であるハンガリーなどは、そうしたウクライナ支援を一切認めないといった姿勢をより強めることでしょう。何しろアメリカがウクライナ支援を全くしないというのであれば、ヨーロッパの支援を加盟国としてこれに反対すれば、よりウクライナ支援を完全に閉ざすこともできるわけで、積極的にウクライナ支援に100兆円用意しようなんていう話に賛同するとは思えないからです。そしてこのようなアメリカ、ヨーロッパの動きを見て、日本へと話を戻していけば、当然日本はより強く危機感を持たなければなりません。アメリカが侵略者の言い分を 100% 聞くようなことをしているわけですから、現在のところ日米安全保障条約のその防衛範囲内だとしている部分について言っても、その約束をなかったことにする可能性なども含めて、日米安全保障のその枠組みの効力について、より疑問符をつけておくべきです。もちろん日米安全保障条約は、抑止力としては非常に強いものがあります。しかし、実際に役に立つかどうかはまた別の話として、日本は自分の国は自分の力で守るといった体制をしっかりと整えておく必要があります。尖閣諸島は日米安全保障条約のその効力の範囲内だとする発言は、日本側の政権が変わるたびに毎回アメリカに確認する作業を行い、トランプ政権でも同様の発言を引き出しています。しかし、今回の一件を見れば、侵略者側の意見を 100% 聞くようなことをしている
わけで、中国の習近平国家主席が尖閣諸島なんていう島はない。あれは釣魚島であり、中国固有の領土だ。そこに中国軍が駐屯することに何の問題があるのかと言って、軍を上陸させ、基地を作ったとしても、アメリカが何ら手を下さないというのであれば、日米安全保障って一体何だったんだろうという話へと繋がりかねないわけです。また、広く世界全体の国際情勢についての話をすれば、より核兵器の抑止力について評価が高まるといった可能性は十分あります。ウクライナがロシアによる侵略を受けたその一番最初の段階における問題としては、ウクライナが核兵器を放棄したことが結局のところ抑止力を自ら手放す行為として今では評価できるといったことを忘れてはなりません。ソ連崩壊時ウクライナは核兵器を保有していました。しかしアメリカ、ロシア、イギリスこの3カ国がウクライナに対して核兵器を手放し、その失った抑止力についてはこれら3つの国が安全を保障し問題ないからねというような話し合いをしたのです。ところがその一角がまさに軍事侵略を行ってウクライナの領土を今占領し、そして安全保障について約束したはずのアメリカもまたこのロシアの侵略を認めるようなことを今行い始めているわけですから、やっぱり核兵器は持っていた方が良いよねという、非常にわかりやすく、そして悪しき前例を今まさにアメリカ、ロシアの共同作業によって作られようとしているわけです。今起きているウクライナ情勢に関わる様々な政治的な動きというのは、そうした未来に向けて様々な紛争や戦争の種といったものをばらまくような話が現在進行形であることを知っておかなければなりません。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。